が暮れる日が暮れる今来たこの道帰りゃんす帰りゃんすお家がだんだん遠くなる遠くなる今来たこの道帰りゃんす帰りゃんす江戸時代というと庶民の暮らしの中心になるのは町屋と長屋です。町屋というのは、いわゆる太い道路のところに面して商いをする人たちの暮らし方、この町方という人たちが住んでいた商家の家を、町屋と呼びますが、その町屋の裏側に細い路地を入っていくと長くうなぎの寝床のように、両側に家が建っているのが長屋です。そして長屋1個の大きさですが、現在の呼び方でいうと約6畳ぐらい、4畳半が寝るところで、あとの1畳半ですかがキッチンになっています。そして、トイレは長屋の隅の方に、公衆のトイレがあって、そこでみんなで用を足すというような形式で、家の中にはトイレはなかったんですね。でもこのトイレも定期的に汲み取りの人が来て、そしてそれをさらにはお金を払って取っていってもらうんじゃなくて、取りに来る人がお金を払って、それを取る。つまりそれは下越としてですね、千葉、埼玉、神奈川県など、江戸の近くの農家の人たちがそれをさらに発酵させたものを、肥やしとして使うことができたんですね。そうすると肥やしを使うことによって農作物の出来高だとか味が良くなるので、こうした長屋のトイレというのはお金を稼ぎ出すという非常に合理的で素晴らしいシステムがあったそうです。江戸の時代は、今日にたくさん、その話が、伝えられているわけではないですが、これから私たちはそうした江戸の時代にあった合理主義、そうしたそのなるほどと思ってしまうような素晴らしさというものをですね、少しずつ掘り起こしていきたいと思いますが、今言いましたその、公衆トイレなんですけど、ここで稼ぎ出したお金は一体誰がどのように使うのかということなんですけれども、実はこれ大家さんなんですよね。大家さんの収入になります。ところがこの大家さん、昔の大家さんっていうのはですね、長屋の八っつぁん熊ちゃんというようなお話の中でも分かるようにですね、長屋の旦那、いわゆるその大家さんというのは大変人が良くてですね、店子の面倒を見るというのが仕事だったわけです。そして、その仕事の一つに一緒にみんなで、花見に行こうじゃないかっていう話がまとまって、その時は大家さんが少し多めのお金を出してみんなにご馳走するとかですね、酒代ぐらいは、持つというような関係であったわけですが、同時にお正月のお餅なんですけれども、実は1年間のこのいわゆるトイレですね、トイレから得られた収入を大家さんは貯めておきまして、その時に翌年のお正月の餅代ですね、これを実はその公衆トイレで捻出したという話が残っています。なんという合理的で、また、ある意味では慈悲心にあふれる行動かというふうに、ある意味では感動してしまうところなんですが、ですから、大家さんは年末になると翌年のお正月に食べるお餅をですね、この公衆トイレから得た下越の料金でもって賄い、それを皆さんに配って歩いたということなんですね。ですから長屋暮らしは、本当に楽しいし、またお互いに助け合いの精神があって、決して殺伐としたその中から、食べられなくて餓死する人が出るとかですね、そんなふうな、孤独死というようなものとは全くですね、相入れない、楽しい場所であったのではないかというふうに思われてきます。またですね、長屋の中に誰か病人が出るとしますね。そうするとですね、長屋を巡ってくる、いわゆるお医者さんがいるんですね。
でこのお医者さんっていうのは今のように権威があるわけじゃありません。各名古屋にはそれぞれ決められたお医者さんがそれぞれ往診するというようなことがありましたが、江戸幕府はこの庶民のお医者さんですね、長屋を担当しているお医者さんがもしそこでたくさんの病人が出るとかなり厳しくですね怒られたと。医者の責任ってなんで病気が治せないんだ、そしてそれは公衆衛生公衆道徳というものをきちっと教えていないからそうなるんだよということで、かなり未病ですね、病気にならないうちにきちっとした政策を取るということで不衛生を禁じ、それから井戸ですね、公衆で使う井戸の井戸をきれいに定期的に清掃するとかですね、手洗いをきちっとするとかですね、病人が出た時にはそれぞれ使っている食器をですね熱湯で30分ぐらいぐつぐつと煮るとか、そういうことまで指導したという話が残っています。これは比較して悪いんですけど、フランスなどでは、ちょうど18世紀19世紀ぐらいまで気をつけてねっていう声がすると、上の方を見ると、トイレのですね、壺に入った、そうした瓶が2階から降ってきてですね、下に歩いてる人によく糞尿がそのままどさっと引っかかったという話が今でも残っています。そして、フランスで香水があれほど発達したのは、どこにもトイレがなくてですね、部屋の中でそうした瓶の中にする習慣だったので、それをまた捨てる場所もなく2階からバサッと路上にぶちまけると、そういうことで大変な病気が発生し、それが一番有名なのがコレラとかペストとかそういうものですけれども、そういうものが100年に一度ずつ発生したという話がいまだに残っていますが、それに比べると江戸の時代の町医者ですね、というシステムが江戸幕府が作っていたということ、そして、病気にしてしまったら医者のせいということですね、かなり厳しくそこら辺をいさめられたという話が残っていることなど、大変驚くような話ですが、また同時にですね長屋に一人でも病人が出ますと、ちょっと鬼のお面ですね、鬼のお面を町内のその長屋の表にかけておきますと、さまざまな売り物を、棒を担いでくる棒手振りという人たちが、来るわけですが、水売りだとか、魚売りだとか野菜売りの人たちはその病人がいるところの、町内では声を出さずにそっと、通り過ぎていくというような、高度なマナーですね、そういうものもあったということですから、非常に、そういう意味では合理的でありつつ優しさを含んだ、小習慣、もしくは道徳ですね、そういうものが発達していたのだということも、そういう話を聞きますと、なんて素晴らしいんだろうというふうに思わされてしまいます。お空にゆうべの星が出る星が出る、今来たこの道帰りゃんす帰りゃんす。